神座のゴールドセイント。正直なところ、セイントセイヤにおける神座の扱いは良いとは言えない。12星座のゴールドセイントの中でも不遇な扱いを受けていると言える。それは歴代の神座のゴールドセイントにも同じことが言えるのか？今回は歴代神座のゴールドセイントの人物について解説をしていく。悪役ばかりが神座では、ない。ゆっくりレ夢ムです。ゆっくりマリサだぜ。今回は歴代神座のセイントがどんな人物であるかを解説していくぞ。セイントセイヤにおける神座のゴールドセイントの印象って、こう言っちゃなんだけど、あまり、ね。言いたいことはわかるが口にしないと伝わらないぞ。じゃあ言うけど、12星座の中で最弱だよね。しかも扱いも悪いしクロスからは見放されるしこの前の乙女座とは全くもって逆の存在かな。いわゆる、雑魚だね。口にしろとは言ったがボロカスに言えとは言っていない。まあ、劇中での活躍が全てだからな、そう思うのも仕方がない。でも歴代の神座が全て不遇かと言われればそうじゃないんでしょ？そうだな。では早速その解説に移るとしよう。よろしくね。キャンサーのデスマスク。まずは彼のプロフィールからだな。いきなり質問していいかな？どうした？デスマスクって名前だけどこれって本名なの？どう考えても曰く付きのネーミングだと思うけど。まあ、そう思うよな。実際のところ本名は不明だ。そうなんだ。出身がイタリア人であり、デスマスクは英語として読めるため別の呼び方があるようにも思える。だよね、どう考えても人の名前じゃないもの。デスマスクというのは彼の守護する巨階級が彼が今までに殺めたものの魂。いわゆるデスマスクで埋め尽くされていることが名前の由来だ。この由来の元になったのは背中に人の顔が浮かぶ平家ガニの存在だろう。口述の解説にもこの平家ガニから来ている部分が多い。ちゃんと理由はあったんだね。劇中での初登場についてだが、五郎砲にて紫龍と戦い、ゴールドセイントとしての実力で紫龍を圧倒した。その場から消える際には超能力のような異能まで発揮して力を見せつけた。ムーも超能力が使えるけどデスマスクも使えるってことだよね。ああ、意外と技巧派なのが神座のゴールドセイントだな。巨階級での再戦ではゴールドクロスの防御力を有効活用した。さらに己が殺めた人たちの魂を自分の手で読み平坂に落とす冷酷無比な性格を見せつけたことで、卑劣ながらも頑強極まる精神力で紫龍をおののかせた。悪役らしさを全開で貫いていたもんね。やっぱり下道の印象が強いんだよね。しかし皮肉にもそれが原因でクロスに見放された。因果応報なんだけどさ、少しコミカルにも見える。ゴールドセイントのクロスは正義の心に反応しているわけだから、デスマスクの行いはこれに反することで見限ったわけだな。そして最後は紫龍に敗れたことで戦いは終結した。でもさ、神座のクロスってこれまでの行為は見逃していたわけだよね。それまでに多くの人が亡くなったのにさ、なんでだろう？ああ、そのせいで神座のクロスは人を見る目がないと言われることもあるな。だが、これは紫龍との戦いが目に余る行為であったわけで、これまでの殺生に関しては無益なものでなかったかもしれない。本当に？多分な、そうでも言わないと神座のクロスが泣くだろう。正義の心があるはずだもんね。あるいは力を示している限りは問題にならなかったのかもしれないな。さて話を劇中に戻すぞ。冥界編でも再登場するが、この時もムーにあっさりと敗北してしまう。ムーもゴールドセイントの中では強い方だもんね。その後の冥界ではラダマンティスに死後の世界に突き落とされるなど、相変わらず作中での扱いは悪かったな。作品を通して不憫な扱いだね。ここで彼の技を見ていこう。麒麟王剣。冥界の勇気から力を強奪し殴りつける。これは口述する技と異なり物理攻撃に属する。これはポケモンでいう雷パンチ的なやつかな。赤色冥界派。冥界への道を開き、肉体から引き剥がした魂を吸い込むキャンサーの継承技。術者本人を肉体ごと冥界に送ることも可能。一番有名な技だね。赤色冥彩派。見えてる魂をそのままぶち砕く荒技。200億もの絡みついた魂を吹き飛ばそうとした。ここまでずっとゴーストタイプ。赤色迷宮派。無数の霊魂を召喚して敵を拘束し、読み平坂の地中に埋め込み生きることも死ぬこともできない状態に止める。こう見ると霊や魂を用いたスピリチュアルな技が多いね。てか、それしかないね。それが神座の特徴と言えるな。こういった霊魂を使うタイプのキャラって敵側になることが他の作品でも多いよね。まあ、正義の味方にはなりにくいな。ゴーストタイプを選んだことが宿命と言えよう。さて次の神座のゴールドセイントに行くとしよう。あじゃぱー。キャンサーのデストール。セイントセイヤネクストディメンション冥王神話に登場する神座のゴールドセイントだ。棺桶屋のデストールとも呼ばれる男で、
現世に未練を残し舞い戻ってきた亡者を、自作の棺桶に詰めて冥界へ送り返している。やっぱり、神座って魂とか亡者とか好きだね。名前にもデスがついているし。ちなみにデストールは生きた人間も棺に詰めて読み平坂に送ることが可能だ。急にエグいね。まあ神座の宿命だな。見た目の特徴は悪人画を加えてにしゃくれ顎、さらにおねえ言葉を話す癖の強いキャラ付けとなっている。おねえ言葉。ね。神座だからといって侮ってはいけないぞ。劇中では主人公天馬たち3人を一方的に叩きのめすほどの実力を持っている。だが、切り札とも言うべき沈黙の棺で3人まとめて送ろうとしたのが裏目に出て、天馬の騙し討ちで逆に沈黙の棺に閉じ込められてしまいそのまま退場した。なんか、いつもの神座だね。と、思ったら大間違いだぞ。冥界で敵側に寝返ることで復活。ゴールドセイントなのに、恥を知らないのかね。そう決めつけるもんじゃないぞ。敵のふりをしながらも味方側をかばったりする場面もあり、神座らしからぬ掴みどころがない人物だ。さらに言うと人情にも熱い場面があり、人を見る目も確かなようだ。3枚目キャラってこと？まあ、そんなところだ。お姉語を話すことからカニカマ姉さんなどとも呼ばれており読者から親しまれている存在だ。あれだね、お姉語を話すキャラって昔から強キャラか、実はいいやつかだよね。神座の株を上げるような存在ってことかな。デスマスクよりは人物的に愛されているな。彼の技を見ていこう。赤色冥界派。これはデスマスクのものと同じだ。ピーチアタック。敵を尻で踏み潰す技。何それ？今説明した通りだ。れっきとしたお尻を使った技だぞ。まあ、いいかな。ピーチボンバー。ピーチアタック同様のヒップドロップで敵を倒した技。ギャグキャラじゃん。この技からその印象を受けるのも仕方ない。でも、神座の印象が少しは変わっただろ。まあね、いろんな意味で変わったよ。さあ、次の神座のゴールドセイントと行こう。キャンサーのマニゴルド。セイントセイヤ座、ロストキャンバス冥王神話に登場する神座のゴールドセイントだ。本編より前の先代にあたるゴールドセイントだな。マニゴルドは当時強硬であった政治を死に仰ぎ、その死とともにゴールドセイント中でも多大な功績を収めた人物だ。今までの中で一番まともな神座だね。マニゴルドという名も本名ではなく、これは小さい頃にスペクターによってふるさとの村を滅ぼされ、あまりに多くの身近な死を目の当たりにしたため、自身を含めて命に価値を見出せず命は人海と捉えた。死をもたらす死刑執行人として振る舞い、追いはぎに投じていたことがこの名の由来となっている。暗い過去があるってことね。言動は過激なところがあるものの、ゴールドセイントとしては模範的な立ち振る舞いだ。これは神座の株を爆上げ。ただし、悪については最も無慈悲、子供であっても悪ではあればそれは断罪すべき対象である。それを躊躇なく笑顔で行う所要だ。やっぱり、一癖はあるね。彼の技を見ていこう。赤色冥界派。これはデスマスクのものと同様。伝統だね。赤色奇草炎。魂などのスピリチュアルな概念を燃料とし、敵を焼き尽くす草炎。赤色根草派。スピリチュアルな概念が燃料となるのは奇草炎と共通。炎とゴーストタイプってことは分かったかな。言ってしまえば独自の正義の観念を持つ誇り高い男で、魂を糧に燃える鬼火を操るからな。また違う神座のゴールドセイントってことだね。そうだな、最後は死と共に死の神タナトスと対峙し、その身と引き換えにして封じ込めた。神座の評価が上がったね。次は最後の神座のゴールドセイントだ。キャンサーのシラー、セイントセイヤオメガに登場する神座のゴールドセイント。自身を死と創造を司るゴールドセイントを自称している。ゴーストは伝統。赤毛のロングに褐色にクロスのマスクは顔の半分といったかぶいた印象を受けるキャラとなっている。歴代神座と異なり一見やさ男風の美形で口調もひょうひょうとしている。一人称が僕だったりもする一方で何かと手を拭くような潔癖性な一面もある。今までの神座のゴールドセイントとは少し違うね。というより、今までの神座も個性が強かったけどさ。他人の放つ死の匂いを好み、死者や仮死者を操る能力を持つ。とはいえ、体術の実力も確かだ。神座伝統の特徴は携えているね。シラーはかつては繊細孤児で、常に死と隣り合わせであった。やがて生きるために他人の命を踏み台にすることを覚え、強盗などをして生活するようになり生き抜くために強さを求めるようになった。このような過去から選ばれた者だけが生き残る、この世は勝者か敗者という価値観を養っていくことになる。この流れは、もしや、主人公甲賀に敵対し、敵側であるマルス側につく。セイントになった理由も、究極的には、死から遠ざかるためと発言。その上で、神座のゴールドクロスを不死の神話を持つこのクロスは、僕にこそふさわしいと表現している。不死？あれ、でも、
この辺は原作との整合性が取れていないため、ファンの中でも納得がいかない設定となっているな。劇中では甲賀を怒らせて、闇のコスモ発動を招いてビビるという小心者ぶりを披露し、セブンセンシズに覚醒したユナに倒された。マグマ城の池に落とされて沈められ、オメガシリーズのゴールドセイントでは初の退場となった。あじゃぱー。彼の技も一応見ておこう。赤式明快派。伝統技だな。メイドインドー。相手を天に舞い上がらせ、地面に叩きつけた後無数の赤い流星群をぶつける技。赤式明快臨符。シラー最大の奥義、コスモを極限まで高めて放つ竜巻状の攻撃。異常だな。ビジュアルは先代と違うけど、行動原理は近いものがあったってことだね。これまで4人の解説を聞いてきたけど、いいところもあれば、そうじゃないところもあって面白いね。憎まれ役としてのキャラ設定だけど、物語を面白くするには必要な存在だと思うよ。そうだな。では今回はこれで以上。最後に一言いいかな。どうした？カニ座の扱いが良い作品が他にもあったよね。仮面ライダーフォーゼのカニ座はいいキャラしていたぞ。では、ご視聴ありがとうございました。